はい、いらっしゃいませ。はい、どうぞ。一口目がもう忘れられへんラーメンです。うまいっす。どうもお並びいただいてありがとうございます。じゃあまたお越しください。ありがとうございます。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。ぜひ食べてもらいたいです。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。オープンが8時で早いので、音が急ピッチで。メニューがやっぱ一品だけっていうのは立ち食いそばみたいなイメージもあるので、麺固めとかね、お客様の要望に応えるっていう意味ではすごいいいのかなと思うんですけど、食べてもらいたいものを出すっていうことをやってますね。この界隈の方の食事どころというか、食べて出勤する方とか、またもうちょっと早く開けてくれるんですけど、メンマは本当はこれ次の営業日分なんですよね。1日以上入れてちょっと味を落ち着かせた方がメンマいいので、出来たての良さと置いて良くなるものとそれぞれ違うじゃないですか。基本的なことなんですけど、そういうのは結構意識してやってますね。結構わかめのみわかめのみ週に何回も食べてもらいたいなと思うし、そういうラーメンを作ってるつもりなんですけど、どうしても塩分が引っかかりますよね、ラーメンは。その塩分の排出のためのわかめでもあったりします、実は。お店でこうやって炊いてると、やっぱり多少の違いが出てくるんですよ。でそういうのは僕はすごいやっぱ楽しいし、作ってる意味があるなと思うんですよね。どの時間帯でも美味しいんですけど、そういうのを楽しんでいけるところまで持っていきたいですね皆さんが。おはようございます。やらですね。しっかり。マシン使おうがなんだろうが、ちゃんと物の管理はしないといけないので、分かった上で包丁でね、ネギを切るとか、ネギマシンを使うのか、ちゃんとやってあげるとね、違うんですよ。全然違う。さっきも角が立ってるネギで、全然美味しいですよ。
米とかは1日どれぐらい？ 1日15キロぐらい。前はボクシングやってたんですけど、コロナでちょっと離れちゃったんで、ラーメンもボクシングも趣味で延長っていうか、単純に好きなんですよ。ラーメン作ることと、ボクシングでいうところの基本のワンツーを磨き続けるみたいなラーメンなんで、ワンツーが強ければ世界に取れる、そういうラーメンかなと、ちょっとかっこつけて言っちゃいましたけど。取って10かなぐらい。美味しいですまあ時間帯で変わるんで、朝のスープって感じですね。すごいフレッシュで、この唐辛子もブレンドしてますからね。ちょっと辛み強いしさ、スープが熱いうちに入れると香りが立ちますし、時間が経つんですけど、はい、どのように香りが変わりますし、あとは入れてる材料から出汁の出方が変わったりとか、朝はねやっぱりすっきりしてます。でも香りが抜群にいいですね。塩分がピシッと立つ感じ。券売機開けますね。全部そうね。じゃあオープンします。ありがとうございます。お願いします。
はい、じゃあお水取っていただいてお願いしますね。じゃあそのまま置いちゃいますね。はい。ああ、ちょっとすまね。置かせていただいて。はい、置いちゃいます。一回一回切っていく。切りたてのチャーシューの香りってやっぱあるんですよね。まあネギとかと一緒で。この切りたての香りを大事にして、それで食べさせたいですね。じゃあわかめのトッピングです。置いちゃいますんでさ。もう置いちゃいますんで。はい。はい、ありがとうございます。じゃあまた遊びに来ました。ありがとうございます。またお願いします。はい、すみません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。先頭お客様どうぞご案内いたします。はい、いらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。じゃあこちらで、はい。いっちゃいますね。もうご飯もお持ちします。わかめのトッピングです。はい。カス入れていきます。わかめのトッピングです。どうもお並びいただいてありがとうございます。先頭お客様どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。わかめトッピングです。置いちゃいます。はい、どうぞ。お客様、こちらおかけいただきます。こちらで。はい、いらっしゃいませ。多分カウンター下のピックをお使いください。ピックを使いられます。ちょっとなみなみ入ってますんで、まあ下ろさせていただきます。前だけ。
整理が仕事になるんですけど、なんかあるかもしれない。はい、あと何かあったらすぐ。はいよろしくお願いします。はいお願いしますアルバイト募集中です。ずっと一人なんで。ラーメンね作れるようになるからいいと思うんですけどね。お願いします。はいいらっしゃいませ。はい、ありがとうございます。そのままどうぞ。はい、ありがとうございます。カメラ撮っていいですね。ご飯もします。はい、ください。はい。はい、ありがとうございます。はい、1名様どうぞ一番端の席へお願いします。はい、おめでとうございます。連日どうも。はい。はい、じゃあ置かせていただきます。中華そばですね。失礼します。はい、じゃあ置いちゃいますね。はい、大丈夫です。並びましたでしょうか。はい、ありがとうございます。お待ちしてます。ありがとうございます。こちらどうぞ。はい、じゃあどうぞ。じゃあちょっとこれいただきます。いただきます。あ、はい、ありがとうございます。お待ちいただきありがとうございます。わかめのトッピングですね。置いちゃいますね。おい、置いちゃいます。おー、すごい。お願いします。はい、じゃあ、こんにちは。じゃあわかめですね。お願いします。あ、ごめん。お話しします。あ、どうぞ。ちょっと今イメージしてたスープの方向と変わってるんで、その辺は味見をしないとわからない。ちゃんと美味しいのを出し続けないといけない。時間は、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、先頭のお客様どうぞご案内いたします。はい。週2ペースですね。正直毎日食べても飽きないんじゃないですかね。変わらず美味しいですね。
中華そばとご飯ですね。はい。わかめ置いちゃいます。はい、失礼します。丸並み入ってるんでそのままで大丈夫です。私おろしますね。中華そばですね。はい、じゃあご案内しますね。奥からどうぞ、1名様。中華そばですね。置いちゃいます。すいません。おはようございます。はい、外で。はい。これがよろしい。はい。はい、誰だったらお借りしてください。レディーファースト。はい、いらっしゃいませ。はい、置いちゃいます。はい、します。ありがとうございます。ありがとうございます。何回か来られてるんですか。そうですね、朝よう来てますね。おすすめの食べ方とか。チャーシューはご飯の上に乗っけて、最後に、ラーメンスープとかき込む。結構来てますはい一口目がもう忘れられへんラーメンです、めっちゃシンプルですね。スープも透き通っててうまいっす。タケノコいるんで。こちらね。わかめのトッピングですね。はい。1名様こちらで。ご案内します。1番様でご案内です。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ルーチンというんです。これはうちの妻が書いてます。じゃあ行ってきます。はい。行ってきます。ありがとうございます。めっちゃ美味しいです。めっちゃ美味しいです。めっちゃ多分シンプルだとは思うんですけど、スープとかもなんかどんどん飲みたくなるような飲みやすい感じでした。すごい。でも女性でも多分ペロリといけちゃう感じでした。ぜひ食べてもらいたいです。さようなら。で再沸騰したタイミングでちょっと調整しますので。もう少しお客様コミュニケーション取れてたんですけどね。まあもう忙しすぎて。そうですね。やることは変わらないんで、本当にお客様は見てラーメン作って、ね、しっかりもう道具はね整えて、包丁研いだり、きれいに掃除したり、毎日して、食材と向き合って、本当それの繰り返しなんで。
はいどうぞ。中華そばのわかめ入りですね。はいどうぞ。かけられるので、ね、こちらお使いください。なんか立ち食いすごい魅力を感じてて、すっと来てすっと食べて帰るみたいなので、だから本当にもっと早く出したいし並ばせたくないってのある。ただ本当おかげさまでねいいと思っている方がたくさんいらっしゃるんで、そういうもうお客様の要望に応えるべく、お店を展開できたらいいなと思いますね。